最初にちょっとお値段いっちゃいます。家賃予算オーバー1800ユーロになります。1800ユーロ。はい、私たちはそんな家に住んだことがありません。ありません。まあ日本のクオリティとこっちのクオリティの違い、これで33万なの？これだったら33万だねって思うのか、ちょっと教えてほしいよね。じゃあ参りましょう。皆様こんにちは。ビビリの家族キャンピングカー生活の小宮です。ポルトガルリスボンに移住した我が家、12件の内見を終えてついに新居が決まりました。今回はリスボン移住のリアルな家賃事情と、これから暮らす家のルームツアー、そして高い家賃の裏に潜む住んでみないとわからない現実もリアルにお伝えします。最新情報はインスタグラムで配信中。これが玄関になります。海外はね、土足です。大家さんもこの間来てくれてて、パーって入っちゃう。水道会社の方も来たんですけど、ガンガン土足で入ってくる。土足はうんちとかめっちゃ落ちてるからね。そうで、僕たちはもちろん日本人なので、ここで靴を脱いで、ここにスリッパに履き替える。靴箱も買わなきゃって思ってたんですけど、準備されてますから。はい。あ、なんか後ろからのっそりといいしてください。抜けかけです。今日行ければいいねこと。明日お誕生日ね。そうだね。そうだよね。ここが一応エントランスっていう感じだよね。ね、ただここが真っ暗になっちゃうんだよね。そうですね。全部締め切っちゃうと。で、まあこういうね、おしゃれな感じだなーって言って。可愛いって思って興奮したんだよね。そうそう。だけど全部 IKEA だから。IKEA にあったら全部あったっていうオオチですね。ここは物入れになっててちょっと嬉しかった。家具がついてる物件を我が家は選んで、掃除機も掃除用具もアイロンかける台までも全部ついていました。はい。はい、家の広さは70平米になります。リビングの広さは約10畳程度。南向きで日当たりは良好です。いや、激しすぎ。ここでみんなでね、映画見るのが結構楽しい。こんな感じで開きます。開くんだけど、こうなっちゃう。だから椅子を一脚そこに持ってこなきゃいけない。最近はここを開けながら食事しとるんですけど、虫除けネットがついてなくてハエがめっちゃ入ってきます。はい、めっちゃ入ってきます。で、先に言っちゃうと、この家はもうどこの部屋にもエアコンがないです。ポルトガルの家はエアコンがないのが普通。なくてもこっちに住んでる方たちは全然いらないよエアコンなんてっていうぐらい家の中が涼しく設計されてる。夏はすごいカラッとしてものすごく涼しい空気。ポルトガル人の人たちはもう夏を本当に楽しみにしてる。本当に驚くほど家が涼しくできて、寒い。ストーブはそんなにあったかくない。家賃も高いし電気代のことを考えるとちょっとビビっちゃうから。オイルヒーターって言うんですけど、こっちで日本だと1500ワットが最大ですけど、これだと2000ワットとか使うんですね。かなり電気代すごいことになって、割と我慢してダウン着たりしてたもん。いや、してるよね。だからこういうところは日本との不便さは大きく感じる。夏になったら川逆の自然たら虫どうなるんだろうってちょっと心配です。蚊がいないって言ってた。ひと夏で1匹しか見なかったって友達が言ってます。日当たりがね、相当すごくなるとこう暑くていられないですよね。こういうカーテンがあるけど、これをで、こっちも一応このシャッターがあるんですね。どうやっても壊れてます。なので、本当に？はい。知らなかった。大家さんに言わないと。まあでも手で引っ張る。手動で1800ユーロです。そうだね。はい。皆さんに見せたいです。映ってるかな。あ、ちょっと消えた。昨日掃除しちゃった。で、ここにね、カビが生えてた。カビを日本だったら全部きれいにしてからペンキ。壁の上からペンキを塗る。あとなんか友達が言ったけど、この謎のポコポコ、もしかしたら中でなんか腐ってムジムジが孵化してる。はい、じゃあ次このテラス。ここが決め手みたいなもんだよね。そうだね。景色が本当にすごくて、もうここでビールとワインで本当にお酒をやめられない。やっぱね、朝がすごい良くて。そう、朝最高だね。コーヒー飲みながら、ぼーっと鳥の声聞いてから指導しだすみたいな。なんか西君と喧嘩して超ムカつくって思っても、次の日朝日を見ると、ああまあいっかってなる。この大家さんはタオルとかも全部新しいのを用意してくれてて、友達がびっくりしてました。そんなことないよって。シーツとかもね、全部、このタオルとかももう全部まだ使ってないやつがあるぐらい。替えのシーツとかも準備してくれて、そしてここからまたベランダで出れる。はい、ベランダで出れる。洗濯物とかはね、すごい楽ですね。楽。寝るときに夜景が見えるっていう本を読みながら夜景が見える。で、朝空がピンクで日の出が見える。
ただこのコンクリート伝いで騒音が結構する。だから隣で下手したら話してる声も聞こえてくるし、エアビーとかでもいろんなとこ行ったけど全部響いてたよね、音はね。よかったですこんなにね。響くんだ、うん寝れないぐらい響いてるのは結構あったけど、例えばこういうとこもひび割れ、あー、うんこれうんうん、もう最初なかったんだよね。時間が経ってくるとこうひび割れてきたんですよ。あとこういうとことかさ、そうだよね木ちょっと悪くなってるじゃん。ここが怪しいよそうこれね。何の水漏れ？いろいろ地雷は埋まってると思います。次お風呂なんですけど、ここに水たまりできてました。ここね、天井を見ても水は雨漏りじゃないんですよね。いやでもそれはね、理由が分かってる。ほんとこっちはね、トイレとお風呂が全部一緒なのがね、どうしてって思っちゃうんだけど、別っていうのを見たことないです。このお風呂は西くんは入れません、その日のうちには。なぜかというと、電気でお水を温めてるタンクがあって、ほとちゃんと私の分しかお湯足りません。西くんはかわいそうに朝入るシステムになりました。ここのタンクは割と大きくて新しいタイプなんですけど、それでもそうなってしまう。換気扇が電気がついてないと換気扇止まっちゃう。シャワーで煙もくもくになると本当にすごい湿気で、換気扇もあれなんですよね、実は。むっちゃんの頭の上にある。そうそう、これしかないからこれもふにょふにょになっちゃう。あ、そう、トイレットペーパーがね、こっちは。あれないよね、このつくところが。だからトイレットペーパーもここからこう取って使う。そう、これで鏡も全部曇っちゃうから全部落としてちょっと頑張ってる、そこは。でこういうなんか不便さをすごい感じてます。入ります。残念ながら我が家はバスタブついてません、まあ、でもついてたとしてもみんなお湯は沸かせないらしい。ついてる方が言ってたのは、その家はガスでボイラーついててお湯溜めるんだけど、どうしてもちょっとぬるいから自分でお湯沸かして入れるって言ってたね。お風呂に入れないのが本当に辛い。なんかもう上がるとき寒いその水漏れの原因はですね、コトちゃんがここからお湯を出してシャーってこうしてたで、コトちゃんお絵描きするの、ここが曇るから。ああ、そうだね。でお絵描きに夢中になって、ここからシャーってで、こっからここに行き、はい、ここにたまる。まあだからこれはどうにかできるのだけど、これカビかな。それカビだね。最初なかった。多分ね、うん、時間が経つにつれて出てきましたね。これ1800ユーロですここ僕の書斎です。なんかムカつくんだけどはい6畳ないと思う。5畳ぐらいだと思うんだけど、ちょうどいいスペうんースで、今も大丈夫になったけど、めちゃめちゃ寒い。日の入りもそんないいわけじゃないから。そうだね。だからめちゃめちゃ寒い。もう一ストーブ絶対必要だよね。ねまあ集中はできる。今はこれだけです。仕事道具は。ね、全部置いてきちゃったもんね。ディスプレイとかも持ってきたかったけど持ってこれなかったからね。これやりながらちょっと古くなった時にこう景色を見るのはすごいです、まあポルトガルいるわっていう気持ちになる、一応これもベッドになるんだよね。そうソファーなんだけど寝れますよ、収納ですね、収納がすごいいっぱいあるからほんとね。ここも機材系全部こっちに入れちゃってます。でここの窓を開けると、あ、気持ちいいね。初めて見たわ。リビングと寝室全部通るからね。風が通る。はい、キッチンです。キッチンも日当たりが良くって気持ちがいい。ただめちゃめちゃ寒いです。そうだね。ここもねやっぱ下が石だからほんとやっぱ冷えるよね、全部電気です。すごい火力が強いから全然そんなに嫌じゃないです。スプーンとフォークが備わってました。それはすごいありがたい。オーブンがあるのがすごい嬉しいね。オーブン料理をこっちで初めて覚えたっていう、ただこのオーブンですね、ちょっとこの表示が消えてるんですね。上面焼きだよ、下面焼きだよ、じゃあそしたらその次多分両面焼きでしょっていうことで予想でやってます。包丁も全部うんついてて、洗濯機も本当やり方が分かんないから覚えるまでちょっと大変でしたね、あとこちらはコーヒー、またこれも全部ついてて本当にありがたいことなんですけど、カプセルでね、飲むんですね。カプセルで飲むやつ贅沢だよね。毎朝泡の立ったコーヒーが飲めれる、パーティーする人だったのかな。全部いっぱい食器がついてました、こっちの人はエスプレッソでね、ほんの少量ちょっと飲む、美味しいんだけど、前視聴者さんがねちょっと会いに来てくれて旅行中で、あくびこかわいいやつ、これすごい美味しかった。これおすすめです。東京都のね方で、梅干しとか鰹節とか持ってきてくれて、本当に感謝です。ありがとうございます。なんか日本人テイストっていうか私たち、そうだね、だからたまにこっちで入れて飲むと、あー美味しいってなります。ちびちび飲んでます。食洗機
にすごい当たり前だよね。どこに行ってもついててすごい便利なんだけど、これでお湯使うからこれも使ってお風呂も入ってってなると、これは日本から持ってきました。こっちで買った炊飯器で炊くともうすっごい高いのに美味しくないらしい。 240V 専用の象印から出てる、ほんと持ってきてよかったよね。これもうパンパンの中で絶対持ってこうと思って、キッチン用品も全部入ってた、本当に食器がもう完璧に揃っていて、そして日本からお気に入りの浄水器があったからすごい苦労しましたけど、悩んだけど持ってきました。だからペットボトルで買わなくても笑われたんだけど浄水器はね、でも持ってきてよかったよね。よかった、安心。ポルトガルは普通に水飲めるんですけど、やっぱり高質なのかな、ちょっとナトリウムが多いから、浄水器あったら本当美味しく飲めるよって。あとミネラルが豊富だから、体にも合う人には合うっていうことで、僕たちは結構美味しく飲めてるよね、水、この浄水器通して。あとやっぱりカビ問題、ちょっと黒いの分かりますかね。奥の手の届かないところとか真っ黒で、こういう感じでね、なんかもっとひどかったんだよね。これむっちゃん掃除してくれたからよかったけど、黒カビだらけでした。まあでも快適だよね、本当にありがたい。はい。ここに行き着くまでの流れがですね、ちょうどその時悩んでる時だったんですね。こっちの1800ユーロの家と安い方の1450ユーロ、どっちも安くないんですけど、でも安い方に決めてやろうかっていうのが筋だったと思うんです、今までの僕たちだったら。そうだから私この家に住むと思ってなかった。でしょ。過去の自分だったら安い方を選んでるんですね、心のゆとりもできるし現実的で6万円の差があるんで毎月、でこれってすごい大きい、だけど最後はこっちを選んだ。テンションの上がる家にしたって感じテンションの上がる家にしたって感じです。もうメンタルを整える場所。僕たち言葉も何もわからない状態でこっちに来て、この生活を長く続けようとか、そういう持続させようっていう気持ちよりも、どっちかっていうとこのチャレンジ、不安になる時って絶対あるし、生きててもこうずっとね波じゃないですか。もうずっとこうはないので、こういう風になってる時もこう朝焼けがある中でコーヒーを飲むとか、だからそれだけでこう満たされて、よっしゃやろうっていう気持ちになれるので、だからこの結果がどうなっていくのかがちょっとわかんないけど、ただこれもねちょっと変な言い方ですけど、実験をして見てるっていうのもあって、少なくともむっちゃんと結婚してこの15年間で初めて2人で決断したことでは一番なんか違うことを選択したよね、はい。ということでですね、スピってますだけど、バックボーンにはそういうものが当たり前にあるっていうのをお伝えしたかったのと、でなんでこういう話をしたかっていうと、メンバーシップですね。これちょっとやろうかなと思います。家が決まったらやりたいと思ってたことの一つで、やっぱライブ、これはもう質疑応答で、僕らも、いろんな考え方とか情報を皆さんから欲しいっていうのプラス、コアな情報というか、やっぱりなかなか YouTube だとお金の話とかもしづらいし、そのメンタルの話とかそういうのをメンバーシップではちょっと出していくので、もしかしたらちょっと嫌われるところもあるかもしれないですけど嫌われちゃうかな、嫌われちゃうかもしれないけど、それはそれでメンバーシップということで、こいつやべえなって思われても、そういうとこ出したい、きっとこうやって思ってるでしょみんなって思うこともいっぱいあるから、ちょっとぜひ興味ある方はですね、下の概要欄にメンバーシップのリンク貼ってますので、ぜひですねお願いします。近日中にライブします。緊張するね。めっちゃ緊張しますなんかやったことないからうまくいくのかどうかわかんないです。グダグダ感もぜひご理解いただき見ていただければと思います。でも本当によく言われるけど、英語喋れないのみたいなでそこの私たちがこれからどうなるかっていうのもね、なんでこんなに手こずるのか。 Change the address, you have to make the appointment. No, 今日用意してって言われている書類は全部用意して、整理券ください。意味がわかんない。今日ひどいわ。整理券すらくれない。超巨大です。大きい。分かんない困ったね。移民局やばいです。これがポルトガルの現状です。デジタルノマドビザを取得しました。世界中のどこでも時間にとらわれず自立して生活できることを証明するビザです。この働き方を実現できたのは動画を使った SNS コンテンツの仕組みを理解したからです。救急救命士が動画で情報発信して月間売上1000万円、公務員が動画で情報発信して累計売上2000万円を達成。いわゆる SNS コンテンツとは何なのか、自分にもできるのか、そのからくりと方法をまとめた特典動画を LINE 登録者限定でプレゼント中。そして今ご登録いただくと電子書籍リビングザバンライフ、自由を手にする完全ロードマップもプレゼント中。こちら完全無料でプレゼントしています。当時 SNS なんて全くわからない状態から、今どこでも場所を選ばず仕事ができるようになった方法、パスターフォーミュラの具体的なやり方と成功例を書いています。受け取り方は下記の概要欄、こちらのリンクをクリックして LINE 登録してください。そして特典と2文字だけ送っていただければ、コンテンツビジネスのからくりをまとめた特典動画と電子書籍を読むためのリンクが送られます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。小宮山でした。ありがとうございました。